ロズウェル事件は1947年7月にアメリカ合衆国ニューメキシコ州ロズウェル付近で発生した未確認飛行物体 UFO の墜落事件として知られています。当初、米軍は空飛ぶ円盤を回収したと発表しましたが、その後、観測気球であったと訂正しました。この公式見解に対して長年にわたり多くの人々が疑問を抱き続けています。以下に観測気球説に対する不可解な点を詳細に検討します。1、初期発表とその訂正の矛盾。1947年7月8日、ロズウェル陸軍飛行場ラフの広報官、ウォルター・ホート少佐は、ラフの兵士が空飛ぶ円盤を回収したと発表しました。このニュースは瞬く間に全米に広がり、UFO に関する関心を引き起こしました。しかし、翌日にはラフがこの声明を訂正し、回収された物体は気象観測用の気球と発表しました。この急激な見解の変更は多くの人々に疑念を抱かせました。軍の専門家たちが観測気球と空飛ぶ円盤を誤認するというのは非常に奇妙です。特に空軍の経験豊富な兵士や科学者が関与していたと考えると、初期の発表が単なる誤解であったとは考えにくいです。この点は軍が何かを隠蔽しようとしていたのではないかという疑念を生み出しました。2、残骸の特徴と目撃証言。ロズウェル事件の現場で回収された残骸について多くの目撃証言が残されています。現地住民や軍関係者の証言によれば、回収された物体には以下のような特徴があったとされています。非常に軽量でありながら驚くほど強度が高い金属片、通常の気球素材とは異なる非常に丈夫な薄いシート、未知の文字や記号が刻まれた素材、これらの証言は観測気球の素材として一般的に知られているアルミニウムやゴムなどとは大きく異なります。特に未知の文字や記号が含まれていたという点は、単なる観測気球の部品では説明がつきません。3、プロジェクトモーグルとの関連性。1990年代に入ってアメリカ政府はロズウェル事件で回収された物体がプロジェクトモーグルの一部であったと発表しました。プロジェクトモーグルはソビエト連邦の核実験を監視するための高高度気球プロジェクトであり、極秘裏に進められていました。しかし、この説明も多くの疑問を残します。プロジェクトモーグルの気球にはレーダー反射材としてアルミニウム箔やバルサ材、ゴムなどが使用されていましたが、目撃証言で報告されたような異常な強度や未知の文字は説明できません。さらにプロジェクトモーグルの存在自体が極秘であったため、当時の兵士たちがその詳細を知らなかったとしても、単なる観測気球と異なる特異な素材を誤認するとは考えにくいです。4、情報の隠蔽と証言の抑圧。ロズウェル事件に関するもう一つの不可解な点は、情報の隠蔽や証言の抑圧に関する報告です。多くの目撃者が軍や政府の関係者から事件に関する詳細を口外しないように圧力を受けたと証言しています。これには事件の詳細を知る軍関係者や地元住民が含まれます。例えば、ロズウェル事件に関する情報を持っているとされる軍関係者が、後に事件について一切話さないよう命じられたという証言があります。さらに、一部の目撃者は、軍が現場を封鎖し、残骸の回収作業を極秘裏に行ったと述べています。これらの行動は、単なる観測気球の墜落事件ではなく、より重大な何かを隠蔽しようとする試みとして解釈されることが多いです。5、科学者や専門家の意見。事件後、複数の科学者や UFO 研究家がロズウェル事件を調査し、その中には観測気球説に疑念を抱く者も多くいました。著名な物理学者
スタントン T. フリードマンはロズウェル事件の調査に多大な時間を費やし、観測気球説に対して強い異議を唱えました。彼の調査によれば、事件に関与した軍関係者や目撃者の証言は、観測気球では説明がつかない特徴を持っていたとされています。さらに、ロズウェル事件に関する機密文書の公開や、情報の控え示に関する問題も、科学者や研究者たちの間で議論の対象となっています。事件から数十年が経過しても、依然として多くの情報が機密扱いされていることは、観測気球説に対する疑念を深める要因となっています。6. 文化的社会的影響。ロズウェル事件は、その後の UFO や異星人に関する文化的社会的影響を大きく受けました。事件後、多くの映画、書籍、テレビ番組がロズウェル事件を題材に取り上げ、一般の人々の間で UFO や異星人に関する関心を高めました。このような背景も観測気球説に対する疑念を助長する要因となっています。特に事件の真相が解明されないまま時間が経過することで、謎が深まる一方、陰謀論や都市伝説が広がりやすくなりました。こうした文化的な影響も観測気球説が一般に受け入れられにくい要因の一つです。7. 現在の技術と分析。現代の技術を用いた分析により、過去の出来事に対する新たな視点が提供されることがあります。例えば、ロズウェル事件に関する物証や証言を再評価することで、新たな事実が明らかになる可能性があります。しかし、事件から数十年が経過した現在でも、ロズウェル事件に関する確固たる証拠が見つかっていないため、観測気球説に対する疑念は依然として残っています。現代の科学技術をもってしても、事件の全貌を解明することが困難であることは、観測気球説に対する不信感を強める要因となっています。結論。ロズウェル事件が観測気球であったとする公式見解には、多くの不可解な点があります。初期発表とその後の訂正の矛盾、残骸の特徴と目撃証言、プロジェクトモーグルとの関連性、情報の隠蔽や証言の抑圧、科学者や専門家の意見、文化的社会的影響、そして現代の技術による再分析など、様々な観点から観測気球説に対する疑念が生じています。これらの要因が複合的に作用することで、観測気球説は単純な説明としては受け入れがたいものとなっています。ロズウェル事件は依然として多くの謎と疑問を抱えたままであり、その真相解明にはさらなる調査と分析が求められます。